ようこそ Everyday Japanese with ももへ。私はもも、日本の OL です。このチャンネルでは私の日常の日記を通じて自然な日本語が学べます。難易度は JLPT N4 から N3 レベルです。今日の日記の全文テキストは概要欄から無料でダウンロードできます。ぜひ使ってみてください。最近、肩と腰がとても辛かったです。毎日パソコンの前に何時間も座っています。そのせいか肩こりがひどくなりました。特に右の肩から首がいつも張っている感じでした。腰も長く座ると重くなります。夕方になると痛いと感じる日が増えました。なんとかしたいなと思っていました。でもなかなか行動できませんでした。温かいシャワーを当てたり、湿布を貼ったりしました。そうやって少しごまかしていました。でも先週、特に腰が痛い日がありました。椅子に座っているのも辛かったです。その日の帰り道、スマートフォンで整体院を調べました。駅から歩いて5分のところに良いお店を見つけました。口コミもたくさんありました。体が軽くなりました。初めてでも安心ですと書いてありました。思い切ってその場で予約しました。そして今日初めて整体院に行ってきました。中は白くて綺麗な空間でした。観葉植物もあって落ち着く雰囲気でした。受付の人がにこやかに迎えてくれました。まず問診票を書きました。どこが痛いか、いつから痛いか、仕事のことなども書きました。しばらくして先生に呼ばれました。先生は30代くらいの落ち着いた男性でした。優しそうで話しやすい雰囲気でした。肩と腰が辛いんです。特にデスクワークの後がひどいですと説明しました。先生はしっかり話を聞いてくれました。そしていくつか質問をしました。それから施術台に横になりました。先生が体の状態を確認し始めました。肩を触った瞬間、ここが固まっていますね、と言われました。かなり凝っていますね。首の付け根も硬いです。自分でも感じていました。でも、プロに言われて、改めてびっくりしました。施術はだいたい50分でした。最初は少し痛いかなと思いました。でも先生の手は思ったより優しかったです。強く揉むのではありません。ゆっくりほぐしてくれる感じでした。
途中でポキッという音がしました。少し驚きましたが、先生が教えてくれました。大丈夫ですよ。関節の音です。腰に手を当てられたとき、とても気持ちよかったです。施術の間、先生がストレッチも教えてくれました。パソコンの合間にこの動きをすると楽になりますよ。私はスマートフォンでメモを取りました。50分はあっという間でした。施術が終わって起き上がりました。体がとても軽かったです。あれと思わず言ってしまいました。肩の重さがびっくりするくらいなくなっていました。すごい、こんなに変わるんですね、と先生に言いました。先生はこう言いました。今日は固まったところをほぐしただけです。まずは様子を見てください。最初の1週間にもう一度来ると効果が続きやすいですよ。会計をして外に出ました。歩く感覚がいつもと違いました。足が地面にしっかりつきます。背筋も自然に伸びます。これが本当の体の状態なんだな、と思いました。帰り道はいつもより気持ちよく歩けました。空が明るく見えました。少し笑ってしまいました。体が楽になると気持ちも明るくなります。そのことを実感しました。家に帰って教えてもらったストレッチをやってみました。肩を回したり、首を伸ばしたりしました。簡単な動きです。でも、体がほぐれていく感じがしました。夕ご飯を食べながら考えました。来週もまた予約しようと思いました。今まで体のことを後回しにしていました。でも、もっと大切にしなければいけませんね。だから定期的に通うことにしました。そんなことを考えながらお風呂に入りました。今日はお湯が特に気持ちよかったです。整体の後だからでしょうか。体の芯まで温まる感じがしました。湯船の中でまた肩を回してみました。あ、動く。楽。お風呂から出て鏡の前に立ちました。姿勢が少し変わった気がしました。
肩がいつもより下がっています。背中もまっすぐです。これが正しい姿勢なんだな、と思いました。自分の体に時間とお金をかけること、それは決して無駄ではありません。仕事も生活も楽しく続けるための大切なことです。今夜はいつもより早く寝ることにします。今日も体を大切にする一日でした。それではおやすみなさい。最後まで聞いてくれてありがとうございます。もっと詳しく学びたい方には、スタディパックがあります。語彙リスト、文法解説、練習問題と答え合わせがセットになっています。概要欄のリンクからチェックしてみてください。また次の日記でお会いしましょう。